KMD チャンネルにようこそ。KMD チャンネルは、クリエイティビティとイノベーションをテーマに様々なプロジェクトを紹介する場であります。本日は KMD のリアルプロジェクトの目玉の一つであります、かなりスケールの大きいプロジェクト、竹芝プロジェクトについてご紹介したいと思います。このプロジェクトは当然ながら様々な産学連携を目指しておりますが、その中心的な役割を果たしている東急不動産株式会社の田中様に参加していただいております。そして KMD からは当然このチームリーダーである中村一也先生にも参加していただいています。それでは田中さん、この竹芝プロジェクト、少し簡単にご説明いただけますか？はい。私ども今回港区の竹芝というところで、東京都のですね、持っている土地を70年借り受ける有効活用事業を、行うことになりました。都市再生ステップアッププロジェクトというのが正式名称なんですが、このプロジェクトの大きなテーマの一つに、コンテンツ産業を核とした国際ビジネス拠点を形成するというものがございます。このコンテンツ産業というのは周辺のテレビ局あるいは、広告代理店、そういった関連の企業が集積しているという特性も活かしまして、またさらにこれから日本がですね、外国に打って出る、キーワードになるんではないかということで、その集積を目指そうということを今考えております。なるほど。はい。そこで KMD が果たす役割、あるいは期待されていることは、広告代理店とか放送局というとですね、当然メディアではあるんですけども、大学院である KMD がお招きを受けたということで、中村先生、このあたりはどういう思いで、このプロジェクトに関わられますか？ KMD ってこれまでにないものを作る大学院じゃないですか。で、世界どこにもない街を作りたいんですよ。それが、そのコンテンツやデジタルの技術を研究開発して、人材を育成して、で、産業を支援して、ビジネスマッチングしてっていう、もう研究、技術を最初から作るところから人を育てて世界に打って出るところまで一気通貫でやる場、こういうの世界になかったんで、それをやってみたいと思ってます。で、我々は研究、あるいは教育の機関ですけれども、産業界とも一緒になって、あるいは各国の大学、あるいは政府などとも協力連携して、新しいプラットフォームを作りたいなと思ってます。よく都市開発の中で、大学のを招いたり企業を招いて、創造都市であるとかスマート都市みたいなものが作られているっていうケースはいろいろ国内外であると思うんですけれども、田中さんから見て今回の竹芝プロジェクトがどのようにユニークかというこのアピールポイントはどこにありますか？そうですね。まずは建物を完成させる前からですね、今回協議会というコミュニティを作って活動を始めていくということ。それから、今回国家戦略特区という枠組みでやっていくんですけども、いろんな規制緩和がですね、期待されてまして、そういったものを使って新しい取り組みができるんじゃないかという期待感もあります。で、さらには、2020年にオリンピックが来るというのが、このプロジェクトが決まった後に、決定したんですけども、ちょうど東京湾にも近いですね、オリンピック関連施設にも近いこの場所で、そういうオリンピックのプレ活動みたいなものも、やっていくれるんではないかというところが、まず、他のプロジェクトとは違うところではないかというふうに思います。なるほど。中村先生がこのプロジェクトのある種リーダー格として中核に立場で活動を開始してますけども、ユニークなポイント、一気通貫っていうのはありましたけども、そこの一気通貫にしながらどういうところにフォーカスを当てていくとよりこれが持続可能であり世界がフォローしてくるような場所になるんでしょうか？シリコンバレーであるとか、あるいはアジアのある地域であるとか、そのように集積して次を生むっていう試み、これまでありましたけれどもね、実はかなり今日本にチャンスが来てるなと私は思ってるんです。で、それは、スマート革命っていうのがしばらく続いて、コンテンツっていうのに注目が集まりましたけど、またここに来て IoT だとか、ロボティクスだとか、人工知能だとか、新しい世界に入りつつありますよね。はい、で、2020年オリンピック・パラリンピック来る頃にはもう次が来ると思うんです。その頃って、日本の持っている技術、開発の力と、それからポップカルチャー、デザインの力、
これが組み合わさった新しい文化、産業、技術を生み出そうという、そういう時期に当たると思ってるんですね。で、それは日本だけではなくて、各地域とつながって、世界の人たちとも連携をしながら、ここを一つの拠点にして、メッセージを発信していく。それができると思ってるんですよ。ぜひやりたいと思います。そうですね。国際感覚の場としては、何か具体的な計画などは、あるいは思いってありますか？まずですね、今回、計画の中に当然オフィスは作ります。それから、商業施設も作ります。それから住居機能ということで、通常の賃貸マンションと、あとはですね、サービスアパートメントという、ホテルより少し長い滞在に向けた、家具付きのホテルみたいなものですね。それからあとシェアハウスも作ります。で、すべてそういったものを、オフィスから、居住機能まで、外国人、外資系企業、そういったものが、呼び込めるような、ものにしていきたいということと、そういった方の、住んだりですね、仕事をしたりするときのいろんなコミュニティも作れるような、そういったものを今計画しておりまして、もちろんその日本の企業にもどんどん入っていただきたいという思いもあるんですが、同時にその外国の企業も呼んで、おっしゃるようなその KMD のボーダーレスのですね、街にしていきたいというふうに考えております。実はすでにいろんな企業からこういう研究開発プロジェクトができないかという申し込みを受けていまして、その中の一つとして、これからの IT ポリシーをどうすればいいかということをスタンフォード大学と我々がもうすでにプロジェクトとして始めていまして、そのようにスタンフォード大学の研究拠点をじゃあ、街開きしたらこっちに持ってくるとか、あるいはその他の世界の有力な大学に働きかけてプロジェクトを始めるとか、そうした拠点にも、ハブにもなりたいなと思っています。ぜひ、そうしたいですね。実はその IT ポリシーに関係するプロジェクトとしてスタンフォードと KMD が提携をしていますけども、同時にデザインプログラム、スタンフォードのデザインプログラムも世界的に有名ですし、それから教育プログラムも斬新な教育メソッドで有名なんですが、そことも KMD は実は提携を始めていて、そのたくさんの複数のスタンフォードと KMD の点を一つの集積地としてこの竹芝が使えて、かつ、実のあるプロジェクトが双方向の、ネットワークを使ってですね、シリコンバレーでもそういう場所ができたらいいなということは思っています。それでは、この竹芝プロジェクト19年にオープンするということで、かなりワクワクしてきましたけれども、最後に一言ずつ、竹芝プロジェクトに、興味を持っている人たちに向けたメッセージをお願いします。それじゃあ、まず中村先生から。はい。街開きがしましたらね、世界中の研究者とか、デジタル業界の人たちが、東京のなんだか混沌とした、なんだか次が生まれそうになってるっていう街に、ぜひ行こうっていう、そういう街にしようと思います。ぜひ、楽しみにしてます。はい。田中さん。はい。やはりアップル、グーグルといったグローバル企業、こういったものをですね、せっかく KMD さんと三角連携でやらせていただくので、ぜひこの日本初、竹芝初でですね、そういった企業が生まれるような街にしていきたいというのがございます。それから我々東急不動産としましては、やはり従来型の床を貸すという大家さん的なですね、仕事から一歩進めまして、何らかイノベーションが起こるような仕組みを作っていく場所を提供していくということで、我々イノベーションの舞台装置を作るというふうに言ってるんですが、そういったものを提供することによって、ビルに入っている方、あるいは入られようとする方が、何らかここに行くと、新しいことが生まれそうだと。まさに今、中村先生がおっしゃったようなことなんですけども、そういったものを感じられるようなですね、ビル、街づくりにしたいというふうに思っています。で、さらには、今回竹芝だけではなくて、今進んでいる渋谷の再開発であるとか、会社を超えて他の、プロジェクトであるとか、そういったものと連携することによって、日本全体、東京全体のですね、産業競争力っていうのを強めていきたいという思いでやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、竹芝プロジェクトは東京ですけれども、東京が日本の一つの、中心的なハブになり、そして実は世界につながるハブでもある。そういうような、先進的な、で、行ってみるとワクワクする。なんかイノベーションが感じられる。なんか面白いことやってる。ということが感じられるような街になったらいいなと、私もすごく、ワクワクしてきました。
それでは今日は竹芝プロジェクトについてご紹介しました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。